どうもこんにちは。今回は、前回作ったエリアをさらに拡張して開発を進めてまいります。まずは、前回を振り返ります。前回までは、海に面した大きな町を作ろうと地図を起こし、その地図を元にツールの力を借りて建設予定地を創造し、左側に狙いを定めて開発をスタート。護岸っぽいものなどを右側の場所に置くものを、設置したり微調整したり追加で色々作ったりして、現在の状態に至ります。前回作ったエリアの前景です。まず思ったのは、港であるからには海から襲来する何かしらの脅威に、対処できるような施設なりなんなりがあるはずです。ということでこの辺に要塞っぽいのを置きたいと思います。仮のブロックを配置して、これから作るものがどんな風に見えるかスケール感を確認します。超ざっくりと置きました。作るのは、要塞、と外壁、です。左の海辺に飛び出した要塞で海上要塞間を、奥側にかなり高めに作った外壁、を置いて港側から見て高低差を演出したい。現地に降り立ってスケール感を確認します。船着き場から要塞を見る。それなりにダイナミズムを感じさせるアングルで要塞が確認できそうです。大砲とか置きたいね。海側から外壁にアクセスする際の風景を見てみる。なだらかな坂の街路をずっと登っていくと、区画を分かつ巨大な外壁をくぐるアーチが見えてくると、そこを抜ければ、ちょっと建物の感じがワンランクアップしたまた違った街並みが、ってなるようにしたい。そんな構想で進めてみます。FA ワールドエディットの山作り機能で切り立った崖って感じの岬を作り、こんな感じの要塞の壁面を乗せます。さて、どんな感じに見えるかな。大げさに作りすぎたようなそうでもないような。まあ、大きすぎた場合は後から削ればよかろうということで、小さく作っちゃって5から広げるよりは面倒が少ないだろうということで、この大きさで実際に置いてしまいます。岬の先っちょは要塞の城壁が V 字型に閉じるように作ります。要塞の岬部分ができました。次は外壁部分行きます。どんな感じの外壁にしたいかというと、サイバーパンク2077のような上層と下層がはっきり分かれた、高低差の激しい都市を演出するものそれすなわち、高架です。下層から空を見上げればのしかかる張り巡らされた高架。止めるものは日照すらも独占するのかと言わんばかりの高架。そんな高架たちの生み出す都市のコントラストに惚れた私は、この要素を少しでも取り入れることができんかと考えました。そして作りました。それがこのローマ水道みたいなやつです。異世界ファンタジー系の都市背景によくあるやつですが、これを大通りみたいな広さの街路にしたというなんとも無茶な代物です。こんなものが成り立つ経緯や背景はちょっと想像しづらいですが、そこはまあ整合性やリアルさ云々より見た目の楽しさを優先しようということにします。そしてこの効果を川にぶつかる前に混ぜたい。ということでこの効果部分を混ぜます。ワールドエディットにはローテートという向きを90度変える大変便利な機能がありまして、なんか調べたら90度に限らず好きな数値で角度を曲げられるみたいですね。あっていつからできるようになったんだろう。まあ便利だからいいや。とはいえしかし、手すり部分が途切れていたりなど最終的に手作業で修正は必要です。では曲げたやつをつなげます。つなげました。今後、隣の島とつながる橋を作りたいがために、高架を曲げておく必要があったんですね。次は、新たなエリアに作る建物を作成します。前回作った建物たちが旧市街だったら今回は新市街って感じの、欧州とかファンタジー世界とかでよくありそうな集合住宅、アパートメント的なものを作ってみます。屋根の造形とか、バイオショックインフィニットとか参考にしたんですけど、MC だとなんかそれっぽく見せるの難しいっすね。ブロックの数とか際限なく狭そや可能なんですが一棟が体育館みたいな広さになっちゃう。壁面はいろんなバリエーションから設置場所に応じて付け替えていきます。このアパートメント群でお試し街並みを作ってみます。作りました。前回作成した建物群と比べかなり高度が高くなりました。どっしり。区画同士の間隔とか、そういうの意識しないといい感じの街並みにするのは難しそうですね。ただ圧迫感ばかり前面に出ちゃってる、みたいなことにならないようにしたいところ、実際の建設予定地に設置して風合いを確かめてみます。設置しました。なんか、高架の下を抜けたら何やら雰囲気が変わったぞ、みたいな、別エリアに来たぞ感をうまく出せたらいいな。試験的に置いてはみたがなんかいい感じだから、このまま置いたやつ採用しちゃうか。というわけで、この中層、ミドルエリア周辺の開発をダイジェストでお見せしたいと思います。
いくつか建物を置いてみました。まだまだ空き地だらけですがこれらを埋めるのは動画のボリューム的に、きつそうなので今の建築物たちをディテールアップして、現在の風景をお見せしつつ、今後の展望などをお伝えしたいと思います。ディテールを追加しました。では今回作成した建築物を見学していきたいと思います。港の荷物を一旦集積、そして運び出したりするところです。高架前に橋があります。鉄骨感があっていいじゃん、と思い、錆びた銅ブロックのテクスチャで基礎部分を作りました。そしてこの荷物集積ゾーンから高架を抜けていくと、高層アパートのエントランス部分に見せかけた街路のアーチが見えてきます。ちょっと上に登るとこれまた無茶な連絡橋が、先ほどサイパン2077に触れましたけど、その作品の街に漂う何層も重なった都市感、地べたがどこなのかわからなくなる、浮遊感と言いますか。そういった表現を出せまいかとこしらえてみました。アパート下のアーチを抜けると、地下道のような道となっております。左右の空間に何を作るか今の諸プランはありませんが、ダークな雰囲気の居住区とか、ブラックマーケット的な場所とかが合いそうかな。とはいえこんな柱だらけのスカスカ空間、すぐ上には建物がひしめいているのに、基礎とかどうなってんねんって話になるので何か作った後は、最低限の居住スペースと通路を確保して5は土で埋めるって感じになりそう。そして前面にあるのは、ザ・見張り塔もじゃもじゃで夏感を演出、別の経路から紹介します。前回作成した建物で構成された通りを抜けると、先ほど紹介した錆びた銅ブロックオンザ木製の橋が見えますね。そして高架のアーチを抜ければ、無茶な連絡橋から見える左側の高層アパートのエントランス部分が見えます。ちょっとバック。こちらブロック仮知事に見せた別エリア到達感を漂わせるアーチ、ですね。高架にアクセス可能な上がり階段がこちらにあります。そして低層部分にアクセスできる下り階段もあります。低層部分、上層部分の関係性が絵的にわかりやすくできまいかと、街路部分と両サイドの建物部分に隙間を設けるという試みをしています。手すりがあるとはいえ色々危なって感じですけど、仮に低層部分に居住スペースを作るとして、この街の水洗事情が中世並みだとしたら、上層住民の下半身のオメガ的サムシングから、で弟子物が窓から常時落下してくる危険性があるということですよね。やだなぁそんなトリクルダウン。またまた別経路の紹介です。ローテート機能で傾けたアーチに同様に傾けた道パーツをぶち込んだ登る道です。なんとなくなだらかに高架にアクセスできるようにしてみました。なんか高速道路のインターチェンジみたいだね。そしてこの成り立ちが不明瞭な高架、設定をつけるとしたら、実はもともとこの高架部分も要塞の城壁の一部だったと、巨大な石灰岩の岩盤が最初から横たわってて、削り出すことで城壁を作れるような立地条件だったと。で、文明が発展して城壁とかいけてねえわ。って陳腐化しちゃって、じゃあまた掘り込んで道にしちゃおうぜ的な流れがあったとかないとか、それならここの内側部分も昔はお堀だった。って設定が付与できて、いささか大げさな高低差のエクスキューズになるのではないか。まあ考えるのはこの辺にしときますか。次は高架から高層アパートへの橋のルートです。さっき述べたように見たいがばっかりが先行して作ったものですね。まっすぐ行けば下り階段、左を行き止まり、右はさらに道が続きます。これも高層建築物に挟まれた階段ってエモくね、という直感に基づいて作りましたが、広さ5ブロックはディテールモルにしてもちょっと狭かったですね。右側を進むとアパートの入り口にアクセスできます。そして高架のために風穴を開けられたアパートを通り抜けられるようになっていると。まっすぐ行けば奥側の高架に通じてます。次はアパートの中の方を見てみます。中に入ると、各部屋のドアと階段があります。テクスチャの感じも相まって、築30年以上行ってそうなマンション感も漂ってますね。名前がサインペンで書かれたドア上の表札が目に浮かぶようだ。各部屋の中は、まあもちろん伽藍堂です。家の中って、理想を言えばそりゃ全部作りたいですけど、現実的にはきついですよね。もちろん誰が住んでてどういう設定があるとか全部作るって話ですよ。家具とか内装なんてコピペでいいですからね。いやしかし、そう考えるとベセスダの TES とか遊ぶとさ、彼らは、全てのドアにアクセスできるっていう、哲学を持っていることがわかりますけど、それがいかに狂った思想なんだってことをね、このゲームでマップデザインの真似事をしていると嫌顔でも実感しますね。屋根裏は壁が取り除かれていて結構な広さがあります。こういう屋根裏って集合住宅だとどうなってるんだろ。なんかアサシンクリード2のモンテリ城2のエッジオットの部屋みたいな、秘密基地的な場所作りたい？作りたくない？
今回は以上です。新しいエリアを作りたいがために歯抜けみたいになっちゃったので、次回はそこを埋めていく感じにしたいですね。それでは次回以降もお付き合いいただければ幸いです。それではさようなら。